皆さんこんばんは。ゼルダ考察の宇野と言います。ブレワイ続編についての妄想を淡々とお話ししていきます。ゼルダの伝説シリーズ全般のネタバレを含みますので、敏感な方はお気をつけください。今回は僕がブレワイ続編に関して純粋に望むことを妄想した内容についてお話ししていきます。このチャンネルではブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。いきましょう。ブレワイ続編の正式タイトル。まずブレワイ続編の正式タイトルの候補について、公式の発言、簡単に言うとネタバレになるから公表しないといった内容から、すでにほぼ明らかにしたような予想できてしまう要素、例えば時を遡る要素でタイムや冒険の舞台が空にまで伸びた様子を見せていることから、スカイといったワードは入れない、もしくはメインに据えないと考えています。じゃあそれ以外にはどういったものが考えられそうかというと、まだ映像になってない要素で、次のサード PV かそれ以降に公開されそうな情報として、冒険の舞台がさらに広がって海を連想させるシーが入ってるとか、または地下を連想させるアンダーが入ってるとか、そんな感じでしょうか。ロフトバードや飛行系のシー怪物の存在やぶっ飛んでいますが、物語が進むと実はリンクに羽が生えて飛べるという線も考えたりすると、羽を意味するウィングがついたりとか考えられますかね。どうでしょうか。わからんけど楽しみ。ダンジョンや敵キャラクター、敵キャラに関しては 3D 化したことがない新モンスターたちをバンバン出してきてくれると嬉しいですよね。僕はブレワイが敗北ルートだと思っているんですが、敗北ルートの作品神トラに登場したようなモンスターたちが 3D で再現されるなら、どんな見た目になるのか非常にワクワクします。敗北ルートを代表するヒノックスとかライネルでいう爆弾を投げてくる、火を吐いてくるなどのおなじみの攻撃の再現に加えて、丸太をぶん回してきたり矢を放ってきたりなどの新しい解釈を乗せて、さらに驚かせてくれたらいいなぁなんて思いますね。風タクのタートナックなんかは V 破壊をすることによって敵の戦い方やステータスが変わり、1体の敵で2度美味しくなってました。ブレワイ続編でエレメントシャレ神戸バブルが出てくるとしたら、例えばキースのように群れをなして襲ってくるとかだと手強くていいんじゃないでしょうか。リンクの盾を食べてしまうライクが出てくるのであれば、彼は何個もの盾を食べてると思うので、お気に入りの盾を錆びた盾などのランクの低い盾に変えられてしまうとか、あるいは低確率でもっと強い盾が出てくるというライクでの盾ガチャができるとかだったら、素材以外の理由で敵を探すという新しい動機づけになるんではないでしょうかね。ライクといえば、ブレワイ続編セカンド PV に出てきたライクみたいなモンスターは先端に謎の弾がついてましたよね。あれが例えばブレワイ本編で台座に収めてた弾や古代のコアに見せかけたようなものだと考えると、あれはやっぱりライクだったのかなとか考えることもできますよね。あのシーンはすでにバチバチに戦ってるけど、戦闘に入る前は例えば弾の見た目がヤシの実に擬態させたようなものだったりって妄想もできますかね。次にボスについてですが、前作ブレワイのような悪い言い方をすると似たり寄ったりの使い回しボスだけは遠慮してほしいですよね。スカイウォードソードまでの従来のような個性あふれるボスキャラクターたちと戦いたいです。もっと言うなら初代のボスキャラクターゴーマやグリオーク、テスチダートなどもブレワイの 3D デザインに生まれ変わった姿で戦えたら感動しますよね。そしてラスボスですが、前作ブレワイで戦った風タクを思わせる雲型のガノン、トワプリを思わせる魔獣ガノンは出さずに、神トラを思わせるトライデント、つまり三叉層持ちの魔王ガノンとか、時岡を思わせる完全人型のガノンドロフとやっぱり戦いたいですよね。人型のガノンドロフについては皆さんも同じように思ってるんじゃないでしょうか。それこそ終焉のものとスカオリンクくらいの体格差があって、もう筋肉ムッキムキだと戦いがいがありますね。ついでに話しておきますと、終焉のものが実はブレワイ作中で薬剤ガノンと言われているものの正体で、ラスボスが終焉のものになるという線も全然捨ててないです。あと申し訳ないですけど、これは言っておきたいです。ぶっちゃけブレワイの大型ダンジョン4つはやっぱりちょっと寂しかったかなと、最低でも6つは配置していただきたいですよね。
120を超える祠があるじゃないという意見もあるかと思うんですが、あくまでミニダンジョンですもんね。でもブレワイがオープンワールド探索を推したゲームだったので、あれはあれでもしかして正解に近かったのかもしれませんが、過去のゼルダゲームとどうしても比べてしまうんですよね。セカンド PV を見るとわかる通り、今作はものすごく壮大なスケールの舞台になりそうなので、ついでに大盤振る舞いでお願いしたいところです。もちろん水中のダンジョンもお願いしたいですよね。みんなのトラウマ。天空での移動手段。さっきもちらっとお話ししましたけど、リンクの背中に羽が生えて空を飛ぶとかやってみたいですよね。3D ゼルダの移動手段といえば、馬が早めに上がりそうですけど、馬が飛行能力を持つとかでもいいかもしれませんね。ペガサスみたく羽が生えたり、ブレワイではバイクを出しちゃってるわけですし、もうその世界観に合う合わないとかはデザイン構成する材質によってすり合わせていける範囲かと考えています。そして馬を飛ばすということから連想できるのは、ライネルも飛ばしちゃうとか、もう何のゲームやってるのかわかんなくなりそうですけど、下から上からと自由に矢を撃ってくるライネルとの空中戦、いややばすぎだな。夢があるけど却下ですね。夢といえばさっきも言ったけど、みんなの夢ロフトバード、もちろんスカイウォードソードを彷彿とさせる紅族。でもそうなると新しいデザインのあのパラセールの出る幕がないですかね。とはいえ馬とバイクの住み分けがバランスよくできていたと思いますので、ストーリー後半で使えるようになるとかならなんとか考えられそうですかね。サード PV。今回セカンド PV で天空が出てきて誰もが予想を裏切られたと思います。さっきもちらっと話したんですが、僕はサード PV で船で海を渡る映像とか地下の遺跡や洞窟を探索している様子、つまりさらに別の冒険の舞台を見せてくれるんじゃないかと思っていまして、やっぱり次も予想をはるかに超えた頭がすっきりするような映像が飛び込んでくるのかなと。海の場合は風のタクトのように船に乗って移動したり、リンクが水中深く潜れたりすると面白そうですよね。これ好きな人はめっちゃ好きなやつです。地下の場合は真っ暗なゾナウ遺跡の中を松明で歩いていくようなホラー要素を中心に見せてくれるのかなとかの妄想をしています。ビタロックの祖先のような時間巻き戻しのあの能力や、左手の盾ドラゴンから火を吹かせるあの能力の詳細とか、おそらく右手と左手に別々の能力が宿るってことだと思っていますけど、最近ツイッターで公式からスカイウォードソードについて新しい情報が公開されまして、皆さんご存知かもしれませんが、それというのはスカイウォードソード HD ではカメラを自由に回せるようになりましたというつぶやきで、具体的にはジョイコン2本持ちのプレイスタイルなら R スティックを回すことで景色を見れると、ボタン操作なら L ボタンプラス R スティックを回すと載っていました。これを見た時に自分の過去の動画の一部を思い出したんですね。ちょっとそちらを見ていただいていいですか。ちなみにブレスオブザワイルドが Wii U の最後のソフトです。なのでスイッチの特徴であるジョイコンを生かした遊びが一切ありませんでした。しかし続編はスイッチオンリーですので、 HD 振動を使った遊びとかプロコンで遊ぶというよりは、ジョイコンを本体から離してスカイウォードソードのように剣を振る動作をすると、ゲームの中でリンクが剣を振るというものになると僕は考えています。そしてそう思った理由はもう一つあって、それはスカイウォードソードの HD リマスタ版をスイッチ向けに開発していると思っているからです。だって 3D ゼルダの主力タイトルで HD リマスターが出ていないのはスカイウォードソードだけなんですよね。というか正直言うと願望なんですけどね。スカイウォードソードが好きだからです。ちょっと脱線しちゃいましたね。ブレスオブザワイルド続編でジョイコンを振るとリンクが剣を振るというモデルを作っておけば、スカイウォードソード HD にそのまま使えるということを任天堂さんは当たり前に考えると思います。現にスマッシュブラザーズでも使い回しの動きのモデルはいくらでもありますし、モデルを使い回せるという理由で新参戦ファイターを考えるという話も聞きます。ということでブレスオブザワイルド続編はスカイウォードソードスタイルになると思っています。
今見ていただいた動画は2020年5月のものですので、さすがに正確には読み切れずに、実際にはスカイウォードソード HD の方が先に発売されることになっちゃいましたけど、戦闘や探索などの操作の件は、先ほど話したボタン操作なら L ボタンプラス R スティックを回すという部分を読むと解決できるように思いますよね。これはいよいよブレワイ続編もスカオスタイルで遊ぶことになるのが濃厚になってきたと個人的には思っています。なので、スカオ HD の購入を迷ってる方は、今のうちに慣れておくために、やっぱり買ってプレイしましょうね。という強引な締め方でよろしいでしょうか。ブツッと切りますが、今回は以上です。この動画を楽しめた方は、2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけると、また動画作りを頑張れますので、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。